さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は寒い冬にぴったりな豚汁を作りたいと思います。具だくさんな豚汁を作りたいと思います。ちょっといろいろポイントがありますんでね、作っていきましょう。ババッとババご飯。豚汁材料はこちら。豚こま切れ肉 200g、 大根 10cm、 人参3分の1本、こんにゃく 120g、 ごぼう2分の1本、里芋5個、長ネギ3分の1本、甘酒 125cc、 和風だしの素 2g、 合わせ味噌大さじ3、ごま油大さじ1、水 700cc。 まずは里芋ういういはい、捕まえました。捕まえましたよ。豚汁を作ってます。冷蔵庫の間に入ろうとしてました。茶助くんです。ほんと人懐っこいよね。全然嫌がんない。かわいいですね。里芋の方はレンチンします。里芋は結構長く煮ないといけないので、これ別でレンチンするだけでちょっと時短というか、他の具材が煮込まれすぎずにいけますんで。でこれは500ワットで3分ぐらいいきましょうかね。600ワットでもいいんで。はい、じゃあ人参切っていきましょう。人参もこれもうきれいに洗ってるのでいちょう切りにしていくだけですね。はい、人参切りました。あとは大根ですね。これも人参と同じぐらいの大きさでいいと思います。お好みですけど、ちょっと大きくゴロッと入れたいという人は里芋と同じようにレンチンすればですね、火が入りますんで。こんにゃくいきますか。こんにゃくはもう手でちぎっていくと表面積がこうね多くなって味がちょっと染みやすいというか。でこれを手でちぎるのもいいですし、スプーンでやってもいいと思います。よし、こんにゃくこんなもんでいいですかね。長ネギはまあこれ輪切りでも全然いいです。後で味噌を溶く時にですね、こちらの長ネギを味噌と混ぜておくと味噌がダマになることがないので、このねポイントいきましょうか。今回は合わせ味噌ですね。どんな味噌でもお好みの味噌でいいと思います。でこれで味が薄かったら味噌足せばいいので、とりあえずはある程度の量をこのネギと混ぜておけばですね。味噌玉みたいなのを作るってことですか？そうですそうです。これだけでなぜか味噌がダマにならないというね。こんな感じで味噌玉を作りました。であとはごぼう、最後にね、ごぼうちょっと色変わりやすいんでちょっと食感も残しつつ薄切りでいきましょう。はい、これで全部切れましたね。じゃあ炒めていきましょう。じゃあまずですね、ごま油で野菜を炒めます。炒めるんですね。そうなんです。そのまま煮てもいいんですけど、炒めるを挟むことによってちょっとやっぱりこう焼きが入るので、より豚汁に深みが。これはもう強火でガッと炒めてください。キムチ鍋もそうですけど、一回キムチ炒めてからスープにすることでやっぱこうちょっと全然味が変わってくるので、ただ煮るだけじゃなくて最初にこう焼くことが結構美味しさにつながってきます。はい、野菜が炒められたら豚肉いきます。
豚肉も焼いてからお水を足していきます。肉からよりも野菜からの方が今回は。そうですね、お肉は硬くなりすぎずにちょっと野菜焼いてからお肉焼いた方が、普通逆ですよね、野菜炒めとかする場合も。でお肉に火が入ったらお水足していきます。ちょっと輸入物のね豚肉とか結構パンチある場合があるんで、そういう場合は下茹でしてから豚汁に加えると臭みがなく仕上がりますんでね。こんにゃくも入れるの忘れてましたね。こんにゃくもいきましょう。でここに和風だしですね入れます。お出汁をかつおと昆布で取ってもいいと思います。でここでちょっと里芋をやりましょう。もう里芋は火が入ってるのでこのまま豚汁に入れてもいい感じに柔らかく食べれると思いますんで、じゃあもうこのままね。じゃあここでまたワンポイントですね。甘酒を使います。甘酒入れることでまたねちょっとじんわりと温まる。でしかも飲む点滴と言われてますんで栄養価もね美容にもいい。でここにもう沸騰させないでネギと味噌をね、ほらもうすぐ溶けていくんですよこれ味噌が。一瞬ですね。そうすごい。一人暮らしだと網とかねそういうのない方もいらっしゃると思うんで、じゃあこちらで豚汁完成しました。さあそれではいただきたいと思います。じゃあまずはおつゆからねいただきます。甘酒効いてますね。美味しい。ちょっとね甘酒量入れたら甘すぎるんじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけど、多分言わなかったら気づかないぐらい甘酒馴染んでます。美味しい。でちょっと豚肉とお野菜といきましょうかね。いただきます。炒めた野菜にこうごま油回ってるんで美味しいです。里芋もねっとり温まりますねこれは。というわけで、今回は具だくさんな豚汁を紹介しました。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上ババッとバブご飯でした。